9000もの遺骨が積み上げられた慰霊塔。ひしめき合う頭蓋骨がこの国の壮絶な過去を現代に伝えています。カンボジア各地に存在するキリングフィールド。ポル・ポト政権下で行われた大虐殺の現場です。わずか4年間で人口の4分の1とも言われる150万人以上が処刑されました。この場所でも数万人が殺害されたと言われています。保存されているのは処刑された人々の骨。掘り起こされた人骨一つ一つがかつてここで起きた惨劇を語りかけてきます。標的となったのは反体制派とみなされた知識層。多くの教師が殺害され、カンボジアの教育体制は崩壊しました。その影響は50年経った今も子どもたちの心に影を落としています。生きる術は目立たないこと。自己主張を避ける傾向が世代を超えて受け継がれているという分析もあります。ここにいる子どもたちはみんなとても恥ずかしがり屋で、周りの目が気になって自分の意見をはっきり言うことができません。そのせいで勉強したいという気持ちが湧かず、授業にも集中できないんです。そんなカンボジアで子どもたちが自分を表現する喜びを体験できるイベントが開催されました。それはファッションショー。その原点はフィリピンに。11年前に日本の学生数人で始めた手作りのファッションショーは今や首都マニラの一大イベントに成長。そしてショーは今年初めて国境を越えカンボジア、そして日本へ。子どもたちに夢と自信を。世界へ動き出したファッションショーの舞台裏に密着しました。フィリピンの首都マニラ。今年2月、中心部の大通りが封鎖されました。その向こうで行われていたのは色とりどりの衣装に身を包んだモデル総勢80人が出演するファッションショーです。モデルはスラムと言われる貧困地域の子どもたち。みんな明るく元気ですが、1日の収入は数百円。ゴミを売って生活する家庭も少なくありません。神戸出身の西川あゆみさん。2015年、大学生の時に数人でこのファッションショーをスタート。2019年に NPO 法人ディアミーを設立して徐々に規模を拡大。コロナ禍を乗り越えて今年12回目を迎えました。本当たくさんの
本当仲間たち子どもたちと作り上げてきた10年だったなというふうに思いますし、喜んでくれたりとか自分に自信を持てるようなきっかけになってくれたらいいなと思ってます。幼い頃からファッションが大好きだった西川さん。大学時代にはバックパッカーとして世界中のファッションを撮影する一人旅をしていました。この3冊は学生時代の時に作ったストリートファッション誌になっていて、自分で海外を一人旅しながら出会った、おしゃれな人たちを取りまとめた。おしゃれな人々を撮影する一方、西川さんは世界各地で好きな服を着られない貧困の壁を目の当たりにし、大好きなファッションで子どもたちに夢を与えたいと考えるようになりました。でもなぜファッションショーだったのでしょうか。与えるだけじゃなくって、その人と一緒に何か作るもの、みんなが主人公にもなれるし体験できるファッションショーにしました。実際にファッションショー開催してみたら、もうみんながキラキラに輝いて、次はいつやるのみたいな、この活動は続けなければ意味がないんだっていうふうに思って。さらに2023年、マニラにファッションスクールココラボを開設。ファッションの夢を持続可能にするため、貧しい子どもや母親を無償で教育、卒業生の雇用も担っています。西川さんが立ち上げたアパレルブランドの売り上げの一部をメインに運営しています。一方、マニラの目抜き通りを封鎖した豪華なファッションショー。こちらの費用はどうやって捻出しているのでしょうか。毎年クラウドファンディングを実施して、たくさんの方からサポートいただいているのと、もう2つ目は企業様に応援をいただいて開催している、あとはもう渡航だったり宿泊費に関して、あと移動費だったりとかは全部自腹でみんな切ってやってます。ディアミーの中心は学生メンバー。全国からおよそ50人の学生がボランティアで参加してファッションショーを運営しています。フィリピンのリーダーは学生メンバー全体の代表でもある毛利ひな子さん。マジでみんな足りてなさそうやったら自分が駆けつけるっていうのを意識して、この2時間本番動こうね。12回目ファッションショー絶対成功させるぞ。白い T シャツで揃えたディアミーに対して黒の T シャツで揃えているのは大阪成蹊大学の学生たち。3年連続でフィリピンのモデルの衣装を作っています。実際にショーを見届けようと今年も28人の学生が渡航しました。直前までサイズや形など細かく修正します。今回の衣装のテーマは、今回は、ストーリーにしています。いろいろチームによってアレンジを加えている感じになります。毎年毎年ちょっとクオリティを上げながら作ってはいるんですけれども、なかなかまた大変でした今回。はい。いよいよフィリピンファッションショー開演です。It's a ball, he a dance, let him ride, he a fan, he a fly, niggas wanna kumbaya, nah. It's roll, concrete, flowers grow, all day, she only wants to know. Yeah, we've been friends now for a while, who wanna know, when you smile, is it me, yeah, I ain't thinking of me, yeah, Till you wake me from this bad dream.
初開催から11年、フィリピンで育ったこの活動は今新たな挑戦へ。カンボジア北西部の都市シェムリアップ。有名な世界遺産アンコールワット遺跡を中核としたのどかな観光都市です。ここで初めてディアミーのファッションショーが開催されます。やっぱりこうフィリピンだけじゃないよね、世界中の子どもたちとプロジェクトをしたいよねっていうのが、チーム全体でみんなで共通認識としてあったので、そしたらじゃあ11年目の今一歩踏み出してみようっていう。カンボジアファッションショーのリーダーは東條彩さん。3年前にインターンシップでカンボジアに渡航。子どもたちの笑顔に心を動かされディアミーに参加。今回自ら手を挙げました。この国にある大虐殺という歴史の壁を乗り越え、子どもたちに自信を持ってほしいという願いを込めて。現地で協力してくれるのはこちらの NGO。貧しい子どもたちに英語を教える学校を運営しています。メールをもらった時、自由に自己表現するという内容にとても興味が湧きました。なぜなら普段から私たちは子どもたちに自信を持って何かを表現してほしいと願っているからです。それを見た時、これは単なるイベントの誘いではないと感じました。去年11月、ディアミー学生メンバーが現地を訪問し、モデルの子どもたちに着たい衣装をデザインしてもらいました。子どもたちの自由なイメージがいよいよ形になります。そして今年2月、シェムリアップ空港に学生メンバーが集結しました。全国から集まるメンバーを待つ間、空港のレストランで腹ごしらえ。緊張感ありますか？緊張感もありつつ、でもそうですね、前例がないということは、何でもできるなっていうのもあるので、なんか楽しみながらみんなで試行錯誤していければと思ってます。はい。ホテルに到着するやすぐに衣装のチェック。カンボジアのモデルが着る衣装はボランティアに頼んだため、サイズなどを最終確認します。かわいい。修正なしよな。修正なし。でこの方のやつがすごい注意点いっぱい書いてるから、制作者さんがちょっと作成断念しちゃったものを今日中に作る。明日のフィッティングまでにちょっと出ました。私のチームとかは特に、このチームは特に時間が思ったより朝ごはんの時間が迫ってたっていう。作業は深夜まで続きました。翌日、本番前日、会場は今回協力してくれた英語学校の敷地内。マニラの大通りを封鎖したフィリピンのファッションショーとは違う手作り感いっぱいの会場で準備作業です。子どもたちも集まってきました。モデルは9歳から18歳までの20人。モデル？Are you a model? Okay, come on.
Yes, yes. 明日のスケジュールを説明。少し緊張していた子どもたちも聞いているうちにこの笑顔。自分の出番を精一杯頑張りたいです。綺麗になったところを両親に見せたいです。思っていたよりとても綺麗です。お姫様みたい。なんだか浮かない顔の東條リーダー。パソコン片手に右往左往しています。なんといっても初めての開催。子供相手ということもあり、予定通りには進みませんよね。ちょっとキツキツガツキツキツガツあ、ごめんごめん。さらに肝心のレッドカーペットをホテルに忘れてくるというハプニングも。ランウェイの長さが分からず準備に支障が。チャイヤさんがいないです。あ、チャイヤさん。We would like to bring some baggage from hotel to Odyssey right now. Right now. Now? Yes, it is possible to go back. How many luggage? Suitcases? Only two. Only two? Yeah. So And one big red carpet and then other is very small one. 車を手配してもらい、なんとか間に合いそう。はい、全く想定通りには行ってないんですけど、想像以上に子どもたちが参加してくれたことによってもともと立ててたスケジュールが全崩れとかもあったんですけど、なんとかいい感じに進んでると思います。はい、モデルの一人、小学校4年生のあんちゃんです。カンボジアの小学校は朝早くから始まります。ようやく明るくなってきた午前6時。あんちゃんの自宅を訪ねてみました。あんちゃんはお父さんを早くに亡くし、お母さんとお兄さんとの3人暮らし。中学生のお兄さんも学校へ行く準備中。6時半、あんちゃん出発です。お母さんがバイクで学校まで送っていきます。6時45分、学校に到着。生徒数1800人のマンモス校です。カンボジアは人口の3割が15歳以下。学校の数が足りず、午前と午後で生徒が入れ替わります。娘を送り届けると、お母さんは夜まで仕事に行きます。朝は国歌を歌うことから始まります。
あんちゃんのクラス。1時間目はクメール語の授業です。公立の学校では教科書は代々受け継がれるためボロボロ。破れたり紛失して全員に行き渡らないこともあるといいます。本当は賢い子なのですが、学習面ではやや遅れています。お母さんは毎日生活のために働いていて、子供のそばにいる時間がほとんどありません。仕事から帰るのは夜になるので、十分に勉強ができないんです。1時間目が終わるとみんな急いで売店へ。子供たちはここで朝ごはんを買って食べます。ソーセージ、ハム、お弁当までいろいろありますね。やっぱり恥ずかしそう。思い思いの場所で食べる朝ごはん、遠足みたいですね。あんちゃんは？これ何ですか？Punya mai kan tu lah coklat. Coklat. Ada sih, ini makan. Tantang main-main sekali ah. Cucut ai jengke on. Coklat. お母さんが休みの日に改めてお宅を訪ねてみました。カンボジアは人口の 95% が仏教を信仰する世界有数の仏教国。社会や生活にも大きな影響を与えています。庭の木はマンゴー。まだ緑色ですが、この時点でもぎ取ります。グリーンマンゴーと呼ばれ、サラダなどに使われるのですが、味の方は？しょっぱいね。普段平日は夜にしかお母さんに会えないあんちゃん。お母さんと一緒にいられる貴重な時間です。この子は夜8時頃に私が帰るまで家事をしながら待っているんです。その後やっと勉強するので、寝るのは10時か11時になってしまいます。勉強のノートを見せてくれました。これは英語。Anglais bapak atau難しいです。難しい。これはメルボの。いつもおとなしいあんちゃん。恥ずかしがらずにランウェイを歩けるでしょうか。家でも学校でもおとなしく挑戦する勇気がなかった子がファッションショーに参加して別人のように変わるかもしれない。この小さな経験がきっかけとなって将来素晴らしい人へ成長するかもしれない。未来のことは誰にも分かりませんが、私は子どもたちのためにできるだけのことをしたいと思っていますし、その思いがさらに強くなりました。いよいよ明日は初めてのカンボジアファッションショーです。
夜、午前中に来るはずだった西側代表が到着。飛行機が10時間遅れたとか。東條さんを中心に最後の確認作業です。だからもうそのタイミングからもうフィッティングを始めましょう。来てる子供たちの、例えばローズからローズで一回歩いたっていうその本番をした子からもうフィッティングにバーって回して、今日一日お疲れ様でした。で明日初めてのカンボジアファッションショー、まあ大変なこともあると思うんですけど、楽しむっていうことを忘れずにみんなで頑張りましょう。カンボジアファッションショー頑張るぞ。朝早くから会場の飾り付けです。やばい、めっちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛い。ナイスアイディアだよ。さあ、手作りの可愛らしい会場が完成しました。子供たちが次々にやってきます。あんちゃんです。楽しみ。とても楽しみです。私もすごくワクワクして楽しみです。頑張ります。頑張ります。こちらはメイクの部屋。メイクも子供たちにとってファッションショーの楽しみの一つ。中には恥ずかしがってしまう子も。あんちゃんは初めてのメイクに興味津々。思わず笑顔に。さあ、初めてのカンボジアファッションショー開演です。Since 2015, Yumi has been creating fashion shows in Manila, the Philippines, under the concept of Grow Your Dreams. 恥ずかしがり屋のあんちゃんの表情が変わってきました。カンボジアファッションショー開演です。あんちゃんが登場。しっかりと前を見つめ、堂々と歩いています。恥ずかしくて外に出られなかった女の子も。フ
フィナーレはモデルとディアミーが一緒に歩きます。学生たちも初めてのショーを見事にやりきりました。We prepared this event with all our hearts, hoping to create a space where children and everyone around them could forget their daily worries and fears, even just for a moment. 会った子どもたちみんなにSee you next year ってたくさん言ってくれて、来年も会おうねっていう風に言ってくれていて、なんかそうやって言ってくれてるってことは今日のファッションショーがすごい大成功した証拠だなっていう風に思ってるので、反省点をどう改善していくかメンバーみんなで話し合って、来年はより良いファッションショーとより多い人数のモデルの子どもたちが参加できるようなカンボジアファッションショーを目指していきたいと思います。はい。西側代表はそれぞれの国地域によってのファッションショーの色が出てもいいとも思いますし、これまで10年以上フィリピンで続けてきて、じゃあ次はどこでやろうってなった時にカンボジアでって言ってくれた、仲間の一言で今日が開催できたっていうのは、私たちにとってもすごく意義のある、また歴史が作られていくんだなっていうのを感じれた機会だったなと思ってます。あんちゃんのお宅を訪ねてみると、疲れて寝ていました。ちょっと疲れました。とても面白くて楽しかった。はい、娘が勇気を出してやり遂げたのを見て嬉しくて胸がいっぱいになりました。本当に素晴らしい瞬間でした。ファッションショーで恥ずかしさを乗り越えたあんちゃん、自信を持って未来へのランウェイを歩んでいきます。そして3カ国目は日本、舞台は大阪です。でもなぜ日本で？大泣きするモデルの男の子、一体何が？大阪生野区、小学校の跡地を利用した施設を訪れたディアミー理事の小村さん。ディアミーの小村と申します。よろしくお願いいたします。日本で初めてのファッションショーに子ども食堂などを運営する2つの団体がモデルなどの協力をしてくれることになったのです。ここでは外国ルーツの子どもやその親の日本語教育、子ども食堂などを手掛けています。今回のショーにはベトナム国籍の子どもも参加。国籍や言語の壁を乗り越えてほしいという願いを込めて。私は普段フィリピンにおりまして、もともと弊団体がフィリピンでファッションショーをしていたので、そこの活動と、あとは今フィリピンで縫製の学校をやってるんですけれども、子どもたちの自身の持っている可能性みたいなのをエンパワーメントしていくっていうことでは、
場所が主な場所がフィリピンと行くのと違っても、やっぱ共通項があるかなとか思って、一般の人たちがいっぱい見てくれたらいいな。でその人たちの前で行くの外国ルーツの子どもたちが輝くっていうのはもう今から想像しながらそういうシーンが見たいなっていうふうに思ってます。今回の衣装は学生サークルなどがボランティアで請け負っています。子どもたちが描いた絵をアレンジしてサイズを合わせながら一つ一つ手作りで仕上げていきます。ただ普段とは違う楽しさがあるといいます。誰かに衣装を着てもらうっていう機会は本当に貴重なので、私たちが作った服を着て子供たちが喜んだり歩いてる姿を見せてほしいので、この日は日本語教室の日。夫が日本で働くため一緒に来日したベトナム人のハンさんと息子のミン君。ピザマン大好き3歳のミン君と同じくベトナム人のホアイさんの娘チーちゃんがモデルとして参加することになりました。母親は普段ほとんど家にいて日本語を話す機会がなく、ここで教育支援を受けています。どれくらい勉強しましたか？6ヶ月ですね。6ヶ月ぐらいです。それにしても3歳のモデル、ちゃんと歩けますかね？恥ずかしくて逃げてしまわないか、ちょっと心配です。お母さんの心配をよそに小さなモデルさんは元気いっぱい。3月、ショー本番まであと4日。今日は衣装合わせとリハーサルの日です。3カ国で頑張ってきたディアミーの学生メンバーもラストスパート。今回の日本ファッションショーは日本ファッションショーのリーダーは宝塚市出身の林加乃子さんです。さて、ミン君がやってきました。ちょっと緊張してるかな。ミン君が描いた服は消防士をイメージしたもので、胸などの黄色いラインが特徴です。もう半分黄色。みんなの衣装を持ってきたので、実際に衣装を着てちょっと気になるところとかがあったら教えてほしいのと。さあ試着どうかな。Con thích cái điểm màu ở trên bộ quần áo này. Con thích cái này hả? Cô mua. ズボンもです。今の毛には同じよし。書いた通りに。Cả mũ vàng nữa đúng không? モデルの子供たちがそれぞれ試着。可愛い服を着てみんな笑顔。かと思いきや、なぜか号泣するミン君。気に入りすぎてどうしても脱ぎたくないんだって。どうにか帰っていきました。3月8日、迎えた本番の日。大阪阿倍野区のイベント会場。メイク室を覗くと、ミン君はメイクより
大好きなカエルのシールを貼りたいようです。これもカエルさん。ピンクも今日カエルさんです。やっぱ国関係なく、やっぱこういうファッションとかヘアメイクを通じてすごくみんなの顔色が変わったりとか、なんていうんですかね、もっとみんなすごい自分に自信を持って表現するようになるんかなとかすごく思って、なのでこの日本でのファッションショーがすごくまたどんなものになるんかなって今楽しみです。お客さんも大勢集まってきました。娘がどんな風にできるのかドキドキしています。いよいよ日本ファッションショー開始。ドレスのレースと装飾の花、ティアラもつけていてとても素敵です。さあ、ミンくんの番です。果たして。おっと、大勢のお客さんにびっくりして戻ってしまいました。それでもディアミーのお姉さんと手をつないで歩き出します。衣装のお気に入りポイントは黄色のラインです。消防士をイメージした衣装になってます。見てください、しっかりとした足取りで自信に満ちたこの表情。続いてはちーちゃん。堂々とランウェイを歩きます。ポーズもバッチリ。日本の子供も外国籍の子供もみんな同じように笑顔でランウェイを歩きます。お気に入りポイントはズボンについてるパン。なんと将来の夢はパン屋さんだそうです。3カ国にわたるファッションショーがついに終わりを迎えました。ちーちゃんもみんくんも頑張りました。大勢の前で自信を持って歩いている姿に感動しました。いい経験をさせてもらいました。子どもたちが楽しそうに歩いてくれたことにすごくホッとしています。もうすごい楽しかったんですけど、感極まって泣いてしまうくらいとっても感動しました。国によって見た目も文化も性格も違う子どもたち。ただファッションやメイクによって自信を持って自分を表現できるようになるのは世界共通。この活動が広がって世界中の子どもたちが笑顔になる、そんな日が来るのを願って。貧困問題っていうふうに限らず、本当にこう、もっとフラットにというか、どの国の子どもたちも公平に夢を描けるこう機会作り、ディアミーツアーみたいなのできたらいいなと思って、将来世界中で世界中のいろんなところでファッションショーだったり、子どもたちがファッションに限らずとも自分の個性だったりとか、自由なことを表現できる、発信できる場所を作れたらいいなっていうふうに思います。